こんにちは、オズビーです。今回は水流1本でもボタン1つで昇降できる節約水流エレベーターの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやガラスに関しては作成する高さに応じて、異なるので今回は適量とさせていただいております。また看板に関しては統合板の場合は、ボタンでも代用することができますのでお好みで変更くださいね。アイテム数には数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦5マス×横6マスの範囲で作成します。まず最初に横方向に5マス穴を掘っていきましょう。今掘った穴の両端部分にそれぞれ、内側を向くようにしてピストンを設置しておきます。正面左のピストンの右横からソールサンド、仮ブロックの順で設置しておきましょう。仮ブロックの斜め右後ろにも仮ブロックを設置します。仮ブロックの正面から高さ3段で、2マス分ブロックを設置しておきます。背面のこの部分にも同じようにして、高さ3段でブロックを設置します。ソールサンドの上から同じようにして、高さ3段で正面に2マス分ブロックを設置します。正面のこの部分にもブロックを設置しましょう。正面のこの2段のブロックに、それぞれ看板を設置しておきます。正面のこのブロックにボタンを1つ設置します。ボタンを設置したブロックの左に、レッドストーンダストを1つ設置しておきます。あとは真ん中の穴の周り部分にブロックを設置して、お好みの高さまで伸ばしておきましょう。動画では正面をガラスにしますが、別にガラスでなくても大丈夫です。今設置した奥のブロックの上に、追加でブロックを4段設置します。左右のブロックの上には、追加で3段ブロックを設置します。ガラスの上部分にブロックを適当に設置して、上の階の床部分にしておきましょう。飛び出さないようにここにもブロックを設置します。真ん中のこの部分に水を流して、一度下まで降りていきましょう。下に降りたら背面の仮ブロックを壊して、この部分に仮ブロックを設置します。この部分と仮ブロックの上にガラスを設置しながら、再度上まで登っていきましょう。上あたりまで登ってこれたらこの部分に、下向きになるようにディスペンサーを設置します。設置できたらディスペンサーの一段下まで、ガラスを設置しておきましょう。ディスペンサーの中には水入りバケツを一つ入れておきます。ディスペンサーの反対側のこの部分に、ボタンを一つ設置しておきましょう。再度下に降りて仮ブロックを壊して、この向きでオブザーバーを設置します。オブザーバーの後ろとその横に、レッドストーンダストを設置しておきましょう。そうしたら水の中の仮ブロックに、上まで全て昆布を設置しておきましょう。設置できたら再度下に降りて昆布を回収します。下の仮ブロックを壊してマグマブロックにしたら、水流エレベーターの完成となります。登りたい時にはボタンを押せば、ソールサンドに切り替わってくれるので、上昇水流に切り替わって上に行くことができます。また下に降りたい時はボタンを押すと、ディスペンサーから水が流れて、下のオブザーバーが検知して信号を送り、反対側のピストンが動いてマグマブロックに切り替わります。マグマブロックは下への下降水流となるので、下に引っ張られて降りることができます。また登りたい時はボタンを押せば切り替わるので、この1台で昇降を自由に選択することが可能です。幅も取らずにコンパクトに作れて、素材も削減した便利な装置になります。いかがでしたでしょうか？今回はコンパクトに作れて素材も削減した、簡単に作れる水流エレベーターの作り方のご紹介でした。狭い場所にエレベーターを作りたい際などには、1本で使用できて便利な装置なので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。